皆さんこんにちは、大空カレージチャンネルです。さて今回は VMAX 夏に向けた熱対策ということで、冷却水をワッカーズのヒートブロックに交換して夏に備えたいと思います。そして自宅のクーリングパネルをつけてラジエーターを強化。最後までゆっくりしていってね。早速始めてみましょう。ダミータンクカバーを外します。リザーブタンクを外します。クリップをつまんでホース2本を外します。あとは抜き取るだけです。今回は全量交換なので空にして内部も洗います。元に戻します。ラジエーターキャップにアクセスするため、右側のダミータンクカバーを外します。落とさないように気をつけて。ドレンボルトを外します。抜け始めたらラジエーター下のドレンコックをオンにします。穴に小さなボールが見えたらオンです。これが合わせマークです。オンにするとラジエーター内の冷却水がサーモスタットをバイパスして全部抜けます。ラジエーターを空にするときだけ使うバルブです。ある程度抜けたらラジエーターキャップをゆっくり開けていきます。一番最初にラジエーターキャップを開けてしまうと勢いよく吹き出すのでバケツからはみ出すことになります。水が透明になるくらいまで水道水で中を洗い流します。ドレンボルトを閉めます。締め付けトルクは42ニュートンメーターですが、強く締めすぎないように。新しいクーラントを入れましょう。今回初めてワコーズのヒートブロックプラスを入れてみます。水温が上がらないわけではありませんが、下がり方が早いらしいです。その時の状況によるのでなかなか数値で立証するのは難しいですが、ネットでも賛否両論、ワコーズさんを信じるしかない。最後はこぼさないように慎重に。リザーブタンクにも入れます。おっとこぼれた。4リットルで5000円もする高級品。もったいないもったいない。塗装を傷めるのでこぼれたらすぐに水で洗い流しましょう。微調整が難しいのでボトルに移します。エンジンをかけてエア抜きします。気泡が少しずつ出てきます。しばらく水位を見ながらエア抜きします。5分ぐらいするとエンジンが温まり中身が膨張してきます。ラジエーターキャップは冷却水が冷めて体積が減るとリザーブタンクから吸い込み、膨張するときは空気を逃がしてくれます。一段低い縁に水を合わせてラジエーターキャップを閉めます。ドレンコックをオフにします。リザーブタンクのフルまで入れておきます。少し走った後で冷ましてからリザーブタンクの水位を確認します。車体にかかったクーラントは早めに洗い流しましょう。ダミーダクトカバーを戻します。ダミータンクカバーを戻します。
次の日水位を確認するとやはり下がっていたので、こんな感じで補充してあげましょう。それでは続いて謎の猫砂です。実はこれを使ってクーラントの廃棄処理をします。高吸水ポリマーと燃えるゴミとして出せるがポイントです。クーラントはエチレングリコールという化学物質を含んでいるため、自然環境や生物に有害です。下水に流したり地面に撒いたりしたら法に触れます。ガソリンスタンドや修理工場で引き取ってもらうか、固形化して可燃ゴミとして出さなければならないわけです。専用剤や紙おむつでも良いのですが、入手しやすく単価が安い猫砂にたどり着いたのでした。ビニール袋に入れて、あとはゴミの日に出すだけです。続いて自作のクーリングパネルをつけていきたいと思います。ラジエーターサイドカバーの取り付け部分を利用します。まずは製作工程から。1ミリ厚のアルミ板です。採寸メモをもとに図面を直接引いていきます。書き終えたので金切りバサミ直線用と曲線用で切り抜きます。1ミリ厚なら金切りバサミで切ることができます。歪みを叩いて成形します。取り付け用の6ミリ穴を開けます。平やすいで仕上げ成形します。万力の角を使って折り曲げ加工します。ここで距離の密着力ソミキュイいきなりサフの登場です。丸々ステーキとは関係ありません。あまり車体のデザインを壊したくないので、さりげなく仕上げ塗装はブラックメタリックにしました。取り付けていきましょう。ラジエーターサイドカバーのネジを外し共用します。サイドカバーと一緒にラジエーターネットに取り付けます。横に張り出すこともできますが、あまり効果は変わらないでしょう。正面に当たった風が横へ逃げるのを防ぐイメージです。同じく左側も形を整えて取り付け完了です。ハンドルをいっぱいに切ってみるとこんな感じです。これ以上は大きくできない感じです。果たして効果は感じられるだろうか。多分高速走行時には効果を発揮すると思いますが、渋滞時には効果は望めない。ファンを回して水温を下げるように設計されているので、冷却ファンが回り出すこと自体は至って正常なことです。ただ渋滞を抜けたらできるだけ早く水温を下げて、ファンが回る時間を短くすることでバッテリーの温存につなげたい。今後レビュー動画も作ってみたいと思っています。この夏が楽しみです。おしまい。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。